の決戦か。緊張するね、ご主人様。それにしてもさすがと言うべきなのでしょうか。曹操の兵の動き、見事というほかありませんね。隊中の号令一つで動いたり止まったり、すごいのだ。本当ですね。よく調練されていて、これだけ見ても曹操さんがただものじゃないっていうのがよくわかります。気概一つで戦場に身を投じ、我らに力を貸してくれているのですからね。武器では負けるけど勇気では負けないのだ。リンリンちゃんの言う通り、武器や軍装がみすぼらしくたって目指す場所は同じなんだから、胸を張って堂々としてればいいの。さんから提供された情報によると、今から対峙する相手は黄金島の中心部隊だそうです。しかしながら兵数はそれほど多くありません。今そこには黄金島の中心人物である張角、張宝、張良の3人がいないみたいなんです。主力部隊は出陣中で、本拠地の防衛兵力は多くないということか。そういうことです。でも主力がいないなら、そんなところを攻撃しても意味ないんじゃないのかな。そんなことないです。あの場所には黄金島の兵糧の約半分が備蓄されていますから。いくら諸侯が討伐に乗り出しているからといって、数では黄金島の方が上です。兵力のみを考えて戦争をしていては、負けは自明の利ってやつです。極力兵力を減らさず、黄金島に痛恨の一撃を与えられるには補給を断つことが一番です。それを知っていた曹操さんって、やっぱりただものじゃありません。しかし曹操はどのようにして主力の不在を提示できたのでしょう。買収ですか。お金で情報を漏らすなんて最低なのだ。それはそうだね。釈然としないけど。現実を見ろということですか。それもそっか。じゃあ最低な人のおかげでできた千載一遇の好機、存分に利用させてもらおう。私たちの戦力じゃ敵さん相手に時間稼ぎにもならないよ。その考えとやらは何だ。我らをおとりにして時間を稼ぐか。その特殊部隊とやらは確実に成功するのだろうな。
かったよ。なら曹操さんを信じてなんとか時間を稼いでみる。我らをおとりにするとは一筋縄ではいかない人物のようですね。組織としての力の差がありますから、こうなるのは仕方がないのかもしれません。ありていに言えば、このままでは諸侯にうまく利用されるだけになりますからね。早く強くなりたいのだ。この戦いが終わればちゃんと独立できるのかな。そうですね。ではご主人様、私とリンリンは全局を率います。リンリンは無敵だから大丈夫なのだ。合点なのだ。アイシャちゃん、リンリンちゃんをよろしくね。お任せください。リンリンのおもりは得意中の得意ですからね。はっ、じゃあご主人様は後方に移動してね。私とひなりちゃんは本陣を率いるから。良いです。はい。じゃあご主人様、